でかすぎる。はい、どうもです。今回はですね、GT を買ってしまったんですけど、もうね、めちゃくちゃでかくて、重さは32キロで、体長がね、140センチぐらいあります。だいぶいかついよね。僕もね、そこそこ大きいまな板ね、持ってるんですけど、これがね、だいたいね、90センチぐらいなんですね。なんでね、さばけないんですよ。ということでね、簡易的にね、作っていきます。やっていきましょう。でね、確かね、倉庫にね、いい感じの机が捨ててあったと思うんだよね。うわ、いっぱいものあるね、やっぱり。この机とかね、結構いいと思うんだよね。あんまボロくないし。軽く洗っていきますか。はい、OK。で、この机の上に、これ、コンパネをね、貼って、完成です。めっちゃ手抜き。はい、ということで完成しました。いや、めちゃくちゃ雑だけど、なんかね、これが最適解な気がするよね。じゃあね、GT を持ってきましょう。でかすぎんか、これ。でっけえ。いや、おかしいな、サイズが。でっか。でかっ。ということで、今回の食材は、こちらです。GT ですね。まあ和名だとローニンアジっていう名前の魚なんですけど、英語だとね、ジャイアントトレバリって呼ばれてて、まあ、ジャイアント巨大な、トレバリアジっていうことでね、まあ巨大なアジっていうことで、まあその頭文字を取って GT って呼ばれてるんですね。ジャイアントっていうイメージに先行されてか知らないんですけど、10キロ以下は GT じゃないとか、1メーター以下は GT じゃないとかね、いろんなこと言ってくる人いるんですけど、全部 GT だろうと俺は思うんですけどね。まあそんな感じで GT って、まあ人によってね、ちょっと言葉の意味合いがね、変わってくるんで、まあちょっとめんどくさい名前なんですけど、まあこのサイズはね、明らかに GT、誰が見ても GT だと思う。まずはね、とりあえず観察していきましょうか。GT はね、特に顔がでかいですね。これ拳と比べても相当でかいのがわかるんじゃないですかね。体のだいたい3分の1ぐらいありますね。こうね、鱗は剥がれちゃってますね。多分、海上がるときにね、重いから引きずったんじゃないかな。で、ここがですね、アジ特有のゼイゴって呼ばれる部分なんですけど、おかしいんですよ、ここ。こんなに分厚いゼイゴ見たことありますか？俺の拳より分厚いですからね。おかしいんだよ。ほら。やばいよ。で、可愛い唇してますね。牙がすごい。結構いかつい牙してますね。ローニンアジとか、まあ、ヒラアジ系の特徴なんですけど、こっからここまでの長さを体高って言うんですけど、ここがね、すごい長いんですね。平べったいですよね。そう、だから普通平べったいんですけど、異常な分厚さしてますよ、これ。で、ローニンアジってシガテラ毒を持ってる可能性があるっていう風に言われてて、シガテラ毒って生物濃縮の毒なんで、結構大きくなれば大きくなるほど当たりやすくなるんですね。多分ね、大丈夫だとは思うんですけど、当たる可能性がね、それなりに高いです。なんでね、今回ですね、ちょっと毒味程度で、刺身となめろうでね、食べていこうかなと思ってます。当たんなかったら次回ね、ちゃんとした料理作っていこうかなと思ってます。いや、何回連続毒の魚なんみたいな感じなんですけど、まあ、大丈夫でしょう。はい、ということで、さばいていきましょう。もう、鱗取りやすいな。鱗はね、こんな感じですね。まあまあでかい。お腹取りにくいな。よいしょ。はい、とりあえずね、鱗は取り終わりました。GT は結構取りやすいですね。これで30分くらいかかるかもなと思ったんですけど。水気をね、取っていきましょうか。で、お腹触った感じね、すごい硬いんだよね。これ何か食ってるかもよ。はい、そしたらお腹を開いていきましょう。傷つけずにいきたいよね。ここが硬いんだろうな。硬いね。こう硬くて包丁がね、欠けちゃうんで、ハサミでいきます。すげえ、切れねえ。よし。切れた。
靴こうやってさ、スッて開くんだけど、重すぎて開かねえ。で、膜がすごいな。あー、空気だったな、今。しぼんだね。これめっちゃ奥深いわ。今ね、腸をね、ちぎってます。今内臓のね、膜を外したんで、で、エラと内臓がね、また繋がってるんで、今度はエラをね、外していきます。ここで膜繋がってるんで、切ってきます。GT エラ柔らかいんだな。本当はね、ここのエラの付け根切ればいいんですけど、硬くて切れねえ。そういう時は、ネジ切ります。でかっ。反対もね、同じようにいきます。これもネジ切ります。洗っていきましょうね。さて、内臓どうなってんだろうね。はてー。なんか綺麗な内臓ですね。白っぽくて。この黒いブツブツ何なんだろうね。寄生虫なのかな。これなんだろう。血豆とかなのかな。切ってみようか。ワンチャン寄生虫っぽいような。何なんだろう。やっぱ胃袋見てみよう。これがね、胃袋なんですよ。これすごいよ。めちゃくちゃ大きい。さて、開けてみましょう。どういうこと？なんも入ってない。いや、これうまそうじゃない？これ、胃袋めっちゃ美味しそうなんだけど、これ次回食べよう。いや、これがまずいわけがないだろう。なんか膜で覆われてるか分かりづらいんですけど、肝臓ですね。シュワテヤ毒はね、肝臓食べると、身を食べるよりもね、2倍ぐらい当たりやすいんで、僕は食べません。このうじゃうじゃーってしてるやつがね、これ幽門水ってところですね。見てこれ。魚の胃袋の厚さじゃないでしょ、これ。絶対美味しいよ、これ。焼肉みたいな感じで食おう。はい、そしたら頭を落としていきましょう。落ちるかな、このちっちゃい包丁で。で、胸びれの後ろからですね。腹骨硬えな。ここが関節ですね。断ち切れんな。まあいい、反対側も行きましょう。行きます。硬いね。ここか。ダメだ、硬すぎて外れない。まあ別に大丈夫です。頭ひねれば外れるんで。くそ、外れないのか。ひねって外れない魚は初めてだわ。なんだこの硬いの。嘘だろ。なるほど。なんかね、ここにありえないぐらい硬い骨が入ったんですね。これ、えげつなく硬いです。まあ。OK。外れました。でけえ。いや、これはやばいでしょ。ああ、重たい。頭だけで8キロぐらいあるね。で、これもね、次回食べますね。はい、そしたら血合い落としていきましょうね。よし。はい、だいぶね、綺麗になりました。多少はいいでしょう。
はい、ということでね、頭まで落とし終わりました。もうね、30キロオーバーとかなるとね、結構ね、さばくの大変なんですけど、GT はね、30キロオーバー回ではすげえさばきやすい。まあ、骨もね、太いからね、硬いんですけど、まあ、言うて、俺が使ってるような三徳包丁でも切れるぐらいなんで、結構ね、柔らかいですね。はい、じゃあ、そしたら、こっから、おろしていきましょう。ここにね、背骨が入ってるんですけど、ギリギリ包丁に届かないですね。3枚おろしできなかったら5枚おろしでいきます。はい、じゃあ、おろしていきます。なんか GT の鱗特殊で、こんな感じで皮とね、鱗がなんか合体したみたいな部分があって、これのせいでさばきづらいですね。待って待って、意味がわからん、これ。そういう感じか。何これ。なんだこの実。待って、意味がわからんぞ。ああ、なるほど。めっちゃむずい。なんだこれ。はい、そしたら背中が下ろしていきます。皮に切り込みを入れて、めっちゃさばきづらいな、これ。いやー、なかなかいかついですね。ここが本当に難しくて、縁側なんですけど、なんかね、縁側の骨がもうでこぼこしてて、包丁入れるとね、ガタガタしてね、すごいやりづらいんですね。で、あとね、ここ、見てください。いきなり段差でガッて下がってて、ここもね、包丁入れるのすごく難しいですね。で、こっちね、まだ背骨ついてるんですけど、僕はね、4月に当たんなかったら人に開けます。この背骨取っちゃうと空気に触れてね、酸化して美味しくなくなっちゃうんで、このままの状態でね、保存しておきます。はい、そしたら腹骨を落としていきましょう。ここは意外と切れるんだね。油はね、一切乗ってないね。ここもね、内臓に触れてたんで取っていきますね。こんな感じで後ろから指でね、押し上げてあげるとね、取りやすくなります。で、次はですね、この真ん中に入ってる中骨ってやつをね、落としていくんですけど、ゼイゴもね、一緒に外していきます。立派な身だな、これ。はい、柵になりましたね。いや、でかすぎだろ、これ。このままだとね、さすがに調理しづらいんで、まあ、ある程度の大きさをね、ブロックにしていきましょう。まあ、こんぐらいでいいでしょう。なんかね、筋っぽい身してんのかなって思ってたんですけど、全然柔らかそう。ちなみにね、素潜りでね、これ取ったらしいんですけど、ここにね、突き跡がありますね。なんかね、脳に当たってね、一撃で取れたみたいなんですよ。じゃあそしたらね、皮を引いていきましょう。まあ、さすがにこっからは、ちゃんとしたまな板でやります。これめちゃくちゃ筋っぽいね。ちょっとこの筋を外していきますか。
だいぶ硬いわ、これ。すごい筋が入ってて硬そうなんで、なめろうにしていきますね。じゃあまずは半分に切っていきます。じゃあね、なめろうなんでこれをミンチにしていきますね。まずはちっちゃく切っていくよ。ちょっと味見してみるわ。なんかね、カンパチの介護感って感じ。普通。はい、ある程度叩き終わりましたね。身がしっかりすぎてて全然ミンチにならないわ。ここに味噌で生姜とニンニクと、あと大葉をね2枚刻んで入れます。でこれをですね混ぜていきますね。うわ、めっちゃうまそう。で最後にネギを入れていきます。どんぐらい入れようかな。こんぐらいでいいかな。もうちょい入れるか。でまた混ぜます。絶対美味しいじゃんこれ。はい、完成です。じゃあ次はね刺身を切っていきます。ここがね一番美味しい魚のお腹の部分ですね。でまず皮を剥いでいきましょう。意外とむずい。残った。でかいんでね半分に切りましょう。まだでかいな。でかすぎた。半分に切ろう。じゃあまずは身から食べます。いただきます。まあ、正直ねうまいってねやっぱ言った方がいいんでしょうけど、そんな美味しくないかな。うまみも別にそんなないし、最後の舌触りが良くないですね。ちょっとねドロッとしてますね。じゃあ次はハラミをいってみましょう。なんかね味は悪くないんですけど食感かなり悪いですね。まずね筋っぽくてゴリゴリして噛みにくいし、筋がないところは筋がないところでなんかべちゃべちゃしてますね。ドローって感じ。別に美味しくはないですね。多分ね火通した方がね美味しいと思う。これはとりあえずね飲み物飲もう。ピントが合わない。うまいね。なめろうはね俺美味しいと思うんだ。なめろうはうまいわ。なんかね GT の刺身はね食感がめっちゃ悪いんで、なめろうみたいな感じで食感を消す料理をすると全然うまいですね。はい、ということでごちそうさまでした。前8キロぐらいの GT 食った時はね全然いけたんですけど、やっぱ30キロオーバーとかなると筋っぽいし食感もドロッとしててあんま美味しくないですね。で次回はですねシガテラ当たんなかったら胃袋とか頭とかね食べていこうかなと思っております。いやー胃袋ねあれ絶対うまいと思うんだよね。楽しみだわ。はい、ということでそれでは。